ここは前に私が連れ去られかけた。状況を確認するぞ。 UFO は必ず決まった時間帯、午後6時頃に現れるんだな。うん、少なくとも私が連れ去られかけたのはこの時間だよ。ついてこい。俺の推理が正しければおそらく今夜もう一度 UFO は姿を現す。赤くなる空に君を呼ぶ声が響いたまま、強く生きれないよ。天野が UFO に連れ去られたのが先月の23日。お前が UFO に誘拐されかけたのは翌週の30日だったな。そうだけど。翌月3日、ソフト部の女子も誘拐未遂に遭っている。その後13日、23日と被害が続き、今日が30日ときた。もしかして誘拐事件が起こるのはカレンダーで3のつく日に集中してるって。いや行方不明者はほぼ毎日増え続けてるんだよ。いない。は？そもそも3という数字にも意味はないんだろ。それっぽくさえあればあとは。ジンド、大丈つまり問題は光源か。ジオ！夫？はーい。ジンド、大丈夫？それにチヨまでバッチリ捕まえましたぜ。ぬいぐるみと、それは？ああ、こいつが下足を騒がせた UFO の正体だ。 UFO の正体がドローン？いやありえないよ。私見たもん。空で光るアダムスキー型の UFO。 本当か？そもそも UFO 好きでもないお前がなぜそんな名前を知っている？大方誰かに刷り込みでも受けたんだろう。あなたが目にしたものはアダムスキー型の UFO ですってな。そしてお前は実際に UFO と思わしき物体と遭遇し、友人2人も自分と同じものを見たと証言したのであれば、本物の UFO に遭遇したと思い込んだってわけ。じゃあ UFO に捕まっちゃった人たちは？さっき言った通り、そんな奴ら初めから存在してないんだよ。どういう？ここ数週間 UFO 被害についていろいろ調べてな。だが SNS にアップされている情報はほとんど噂のまた聞きばかり。もともと存在しない誰々の妹が失踪したなんて話や、数日学校を休んだだけなのに UFO に捕まったと勘違いされるやつまで。 UFO の被害はほとんどがデマだったってこと？単純な仕掛けだが集団心理の弱点をうまいことついている。こうして現場を抑える以外絶対に謎が解けないって仕組みだからな。最初に私が気づけてれば。アホ、気づけるわけないだろ。なんせ体が本当に浮いちまうんだからな。それって、そうだ、一番肝心な答えが分かってないじゃん。この事件を解決するって言うんならあれの説明も。その話をする前にだ、風花。何？これから俺が話すこと、見せるもの、それら全てこの世界で起きていることだ。だがな、これを聞いたら最後、お前はもう二度とこれまでの日常には戻れない。このことは千代も知っている。だが決めるのはお前の自由だ。よく考えて。聞くよ。私決めたから。人の心に寄り添う探偵になるんだって。それに私だって学生探偵イルカの一員だもん。言うようになったな、見習い探偵。いいだろう、話してやるよ、この世界の秘密を。
あの突如として発生した浮遊感、あんな現象、現代科学では再現不可能だ。だがこの世界にはそんな不可能を可能にする力がある。それが超能力だ。東京といえばここだよね。ジオって東京タワー。瞬間移動ってやつだよ。どうだ見習い探偵、確固たる証拠だ。信じたか？学生探偵イルカはもともと超能力事件を専門とした探偵事務所そうだったんだ。だ。その URL は突如としてスマホに送られてくる。適合者がそのアプリを手にした場合、その人間は人知を超えた力を得ることができる。一体誰がそんなものを。不明だ。判明しているものといえばアプリの名称らしき英単語のみ。つっても意味不明な単語だからな。本当に英語なのかすらわからん。なんて名前なのそのアプリは。アイシス、俺たちはそう呼んでいる。アイシス。さっきも言ったがアプリの正体は不明。確かに言えるのは超能力事件にはこのアプリが必ず関わっているということだ。つまり犯人は超能力とドローンで UFO 事件を起こした。信じられないか？信じる。でも一体誰がこんな事件を。簡単な推理だ。全員が嘘をついている状況なら唯一本当のことを言っているやつが怪しい。本当に宇宙人に会った人。どうやらお前も気づいたようだな。そんな、まさか。それじゃ行くぞ。行くってどこに？宇宙人がよくいる場所だ。千代頼む。はいはーい。ここは。行くぞ。犯人はおそらくこの近くにいる。ここから見える空は変わらないな。いじめられた時一人で泣いたっけ。連続 UFO 連れ去り事件。犯人はお前だな、天野。いや、天野めぐみ。こんばんは、神道さん。お前の過去を調べさせてもらった。すると分かったんだ。なぜお前が自分を宇宙人と呼ぶのか。この星に生まれていないと主張するのか。お前は幼い頃母親に捨てられ父親に虐待されていた。虐待。雨が降ると心が痛むほど共鳴するんだきっと。神様も私と同じで涙の向こう側の強い私なら太陽になれるかな。ただ追いかけて明日へ向かうけど苦しいほど救われていたんだ。できない子でも悪くないなんて君の言葉が